すっかり秋めいてきましたね。ということで、早速始めていきましょう。古代ギリシャの象徴といえば神殿。祭壇を建てたこの島の一番高い丘に神殿を作っていきたいと思います。島の一番高いところまでやってきました。少し平らな土地があるので、ここに神殿を作っていきたいと思います。まずは基礎から作っていきましょう。少し平らな部分からはみ出たこの辺かな？この辺から基礎を作っていきます。基礎の大きさは 53×33 の大きさで作ります。石レンガを使って基礎を作っていきましょう。基礎が出来上がりました。ということで、柱の土台を作っていきます。石レンガの階段とシーランタンですね。シーランタンの上に柱を立てます。このシーランタンを囲うように石レンガの階段を置いて柱の土台を作っていきます。柱の間は3マス開けて作っていきましょう。外側の土台ができましたね。内側にも同じように土台を作っていきます。ちょっとずれましたね。ここですね。同じように内側にも土台を作っていくのですが、内側は少しだけ段差をね、上げて作っていきたいと思います。内側の柱と柱の間はさらに高さを上げていきます。高さを上げた場所には壁を作る予定です。壁に囲まれた内側のエリアの床の高さを壁の高さに合わせて上げていきます。嫌な音が聞こえましたね。土台が出来上がりました。ということで、柱を立てていきましょう。柱はネザーレンガとクォーツの柱で作ります。下3段にネザーレンガ、上4段にクォーツの柱を使って柱を立てていきます。体力を削る作業ですが、柱を立てていきましょう。今回立てる柱の本数は 8×13。古代ギリシャでよく使われていた黄金比を使った本数です。ということで、黄金比の紹介を少し。黄金比を式で表すと、1対2分の括弧1プラスというとこ。小数点にすると、1対 1.61803 というふうにね、とても難しい比率になっています。これを整数で表したのが、レオナルド・フィボナッチさんが発見したフィボナッチ数列です。1から始めて前の数字を足していく
というもので、1の次は1、その次が2、そして2と1を足して3、3と2を足して5、5と8を足して13。こんな風にね、続いていきます。近代でも美しい比率として利用されているこの黄金比を使って今回は神殿を作っていきます。本堂から伸びる壁を支える柱はネザーレンガだけを使って作ります。ここから本堂ですね。本堂の柱は石レンガとネザーレンガを使って建てていきます。主要な柱が立ちました。柱と柱の間は石ブロックで梁を作っていきます。まずは一周外の柱を梁でつなげていきます。内側の柱にも梁を置いていきます。外側の梁とはつながらない形で離して作っていきます。壁を作っていきましょう。正面の壁は柱の色に合わせてネザーレンガの塀で作っていきます。4段目を少し太くしたいのでブロックを置いて太くします。ここの壁もネザーレンガの塀を使って作っていきましょう。ここは石レンガの柱に囲まれているので、石レンガの塀で壁を作ります。上段部分の壁も作っていきます。外に面している場所は窓枠が入るので、真ん中開けて作ります。本堂内部も作っていきます。まずは壁からですね。奉納された貢ぎ物を保管する宝物庫の壁を作っていきます。神様を祀る祭壇を作っていきます。内側から明るくするために光源を置いて、光が漏れるように階段ブロックで囲っていきます。外側を石レンガの塀で囲っていきます。階段ブロックを使ったことで塀がね、綺麗になりますよね。上の部分は後で塞ぎましょう。裏側の壁を厚くします。塀と塀を重ねることでデコボコになりますよね。ちょっと凹凸をつけたいので、後ろ側の壁だけ二重にしていきます。祭壇に蓋をしていきましょう。光が通るように上にハーフブロックを置いていきます。塀の上にもハーフブロックを置いていきます。でこの段差のところですね、
こにはクォーツを置いて仕上げていきたいと思います。天井の梁を作っていきましょう。神殿が建築されていた当時は色彩が豊かだったそうですね。ということで、適度に赤いマングローブを使って天井の梁を作っていきます。まずは一周ぐるっと囲っていきましょう。天井の梁は格子状に作っていきます。石の梁をまたぐようにね、作っていきたいと思います。石の梁の上にももちろん置いていきます。梁ができましたね。むき出しになっている梁を装飾していきます。材料はペールウォークです。ペールガーデンを見つけていないのでね、今回は商人さんに譲ってもらいました。このペールウォークの原木の皮を剥いでいきます。これを使って今回はペールウォークの棚を作ります。石の梁の外側にペールウォークの棚を装飾していきます。外側を一周ぐるっと貼っていきましょう。やっと新素材使えましたね。石の梁の装飾ができたので、天井の梁の外側も装飾していきます。たるきですね。たるきを作っていきます。和風建築とは違って、原木が交差しているところに階段ブロックを、間にハーフブロックを置いていきます。天井を埋めていきましょう。梁の上にマングローブのハーフブロックを置いていきます。梁の上に板が渡されている、そんなイメージですね。隣の部分は格子になるように梁の高さに合わせて置いていきます。さあ、屋根を作っていきましょう。たるきの上に乗るように屋根を作っていきます。たるきの外に1枚出るようにして、まずは1段目の屋根を作っていきます。今回作るこの神殿ですが、建物の幅が広いので、ハーフブロックよりも傾斜が緩い 1.5 ブロックでハーフ上がる、そんな傾斜になるように屋根を作っていきます。階段ブロックを置いて、よいしょ。こんな感じですね。この隣にハーフブロックを置くような形で、緩い傾斜の屋根を作っていきたいと思います。屋根に厚みを持たせるために、少し1段目とはずらした形で屋根を作っていきます。
1マスずれる感じですかね。この2枚目の屋根が少し見えるような形で調整しながら2列目の屋根を作っていきたいと思います。屋根の間を埋めていきましょう。このハフの部分には彫刻が彫られていることが多いのですが、なんせね、センスがないので、今回は凹凸で表現していきたいと思います。戦力岩のフルブロックと塀を使って凹凸をつけていきます。中央の部分は1マス下げて、さらに奥行きを持たせていきたいと思います。ハフができましたね。反対側にも同じものを作りましょう。これであとは屋根を埋めるだけですね。石レンガで埋めていきましょう。屋根の裏側はこの石瓦を支えるための木組みもね作っていきます。屋根ができましたね。というわけで屋根に装飾を施していきましょう。屋根の端の部分ですね。この1段目をデコボコにしていきます。というわけで今回はこの辺にしておきましょうかね。このシリーズではある程度ね、参考になるようにあまりカットせずに作っていこうと思いますので、結構ね、いい時間経ってると思うんですよね。次回内装や参道を作ってこの神殿を完成させたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。